学ぶことを愛するあなた。今日もこの深掘り解説へようこそ。よろしくお願いします。現代って本当に情報が多すぎて、ちょっと複雑なテクノロジーの話になるともういいやってなりがちじゃないですか。よくわかります。専門用語が並ぶだけで疲れちゃいますよね。なので今日はそういう難しい技術を、中学生でも完全に理解できるレベルまでしっかり噛み砕いていく。そういうミッションでやっていきたいと思います。はい。徹底的にわかりやすくしていきましょう。というわけで今日の徹底解説のテーマなんですが、ズバリ VPN、バーチャルプライベートネットワークです。よし、これを一緒に紐解いていきましょうか。なかなかアルファベット3文字で敬遠されがちな言葉ですよね。そうなんですよ。でもこれ専門用語を一切使わずに言うと、今回のソースの一つにもあったんですが、インターネットっていう、公共の道路ですね。そこをどう安全に歩くかっていう話なんですよね。今日の解説を聞けば、この技術があなたのデジタルライフをどうやって守ってくれるのか、その全体像がはっきりわかるはずです。インターネットを公共の道路に例えるのってすごく的確なんですよ。私たちが普段歩いているその道が実はどれくらい無防備なのかっていうのを知るところから全てが始まりますから。なるほど。じゃあ早速、その無防備さっていうところから掘り下げないんですけど、今回のソースの中で、ネットワーク機器大手のバッファローの公式サイトの解説があったじゃないですか。ああ、はいはい。非常にわかりやすい解説でしたね。あそこで、通常のインターネット通信は、はがきをやり取りしているようなものだって書かれていて、これ、はがきってどういうことなんですか？これがですね、多くの人が誤解している部分なんです。自分のスマホと見たいウェブサイトのサーバーが直接一本の専用線でピッとつながってるって錯覚しがちなんですよね。違うんですか？はい。実際にはあなたが送ったデータはいくつものルーターとか中継支点っていういわば他人の敷地をバケツリレーみたいに経由して運ばれてるんです。バケツリレーですか？ええ。で、暗号化されていない通常の通信っていうのはまさにそのバケツの中身が裏面が誰にでも読める状態のハガキなんですよ。つまり僕たちは今まで人混みの中で自分の個人情報とかが書かれたハガキをむき出しのまま赤の他人に渡して、これ次の人に回してってお願いしてたようなものってことですか？ああ、まさにその通りです。それが通常の通信の実態なんです。いやー、それめっちゃ怖いじゃないですか。途中で誰かがハガキを裏返して盗み見ることもできちゃうし。できますね。それに中身だけじゃなくてどこから送られてきたのか、つまり送信元の住所である IP アドレスなんですが、これも簡単に特定されてしまいます。なるほど、住所まで丸見えなんですね。はい。そこで VPN のコア技術であるカプセル化っていうのが登場するんです。カプセル化、なんかちょっと難しそうな言葉が出ましたけど。いえいえ、簡単です。ソースにあったYouTube チャンネルで IT 専門家の修行場っていう動画があったのを覚えてますか？ああ、はいはい。図解がいっぱいあったやつですよね。ええ。あの動画でもすごく詳しく図解されていましたが、VPN を使うと、さっきのむき出しのハガキがまず分厚い封筒に入れられるんです。ほう、封筒に。はい。そしてその封筒に強力な暗号という鍵がガチャンとかけられる状態になります。これがカプセル化です。はあ、なるほど。つまり通信の途中で誰かに覗き見されそうになっても、中身は鍵付きの封筒だから守られるってわけですね。ええ。で、ここで非常に興味深いのは、VPN っていうのはただの封筒を作るだけじゃないってことなんです。というと。この鍵付きの封筒が通るために、公共の道路の上にあなただけが通れる透明な専用トンネルを作り出す技術なんですよ。仮想の専用線って呼ばれるゆえんです。透明な専用トンネル。なんかかっこいいですね。周りからは見えないけど自分専用の道ができると。そういうことです。じゃあ、このトンネルと封筒の仕組みが分かったところで、これってつまりどういう意味を持つんでしょうか？僕たちの日常生活のどこで役に立つんですか？最も実感しやすいのは間違いなくセキュリティの向上ですね。特にあなたがカフェとかで提供されているフリー Wi-Fi を使うときです。ああ、カフェのフリー Wi-Fi。僕もよくコーヒー飲みながらスマホつないじゃいますね。パスワードが壁に貼ってあって誰でも使えるやつですよね。はい。そこが大きな落とし穴なんですよ。誰でもつなげるっていうことは、空間に飛んでいる他人の電波、つまりデータを特殊なソフトさえあれば簡単に傍受できてしまうんです。うわー、空中の電波をキャッチされちゃうんですか？そうなんです。でもそこで VPN をオンにしてトンネルを作れば、仮に電波を拾われても、中を通っているのは鍵付きの封筒ですから、ハッカーには解読できません。
なるほど。カフェで何気なくつないでる日常の風景が、実はハッカーに自分の情報を公開してるかもしれないってことですね。リスナーの皆さんもこれちょっと気をつけた方がいいですね。本当にそうです。それと VPN のもう一つの重要な役割がプライバシーの保護なんです。プライバシーっていうのは、さっきのハガキの中身とは違うんですか？はい。通信の中身であるメッセージを守るのは当然なんですが、実は誰がどこからどこへ送ったかっていう周辺情報、これをメタデータと呼ぶんですが、これすらも隠せるんです。メタデータ。つまり僕が今東京のどこのカフェにいるかみたいな情報ですか？まさにそれです。通常なら、プロバイダーやサイト運営者は、あなたの IP アドレスを見て、現在地をあっさり特定できちゃいます。でも VPN を使えば、それを確認できるんです。へえ、それって例えるなら、書箱を使うようなものですよね。あ、書箱ですか？はい。手紙を送ったっていう事実と、相手に届いたっていう結果はあるけど、自分の本当の自宅の住所は隠されていて、相手には書箱の住所しか伝わらないみたいな。それ完璧な例えですね。VPN のサーバーが、まさにその書箱の役割を果たしてくれるんです。なるほど。自分の現在地を示す IP アドレスの代わりに、経由地点である VPN サーバーの IP アドレスが表に出る。だから、あなたの本当の居場所は誰からも追跡できなくなります。ソースにあった VPN カフェという解説サイトでも、このメタデータの保護こそが重要なんだと力説されていましたね。いやー、自分がネットを使うたびに無意識に現在地を言いふらしてたなんてちょっとゾッとしますね。でもですね、ここからがまたすごく面白いところなんですよ。何ですか？この現在地を隠せる、別の IP アドレスを表に出せるっていうセキュリティの仕組みが、実はエンターテインメントの分野で全く別の驚くべきメリットを生み出すんです。エンタメですか？もしかしてここが本当に面白いところだと思うんですけど、動画視聴の話ですか？はい、その通りです。いわゆる海外や国内の制限の回避ですね。旅行中とかに海外のホテルから日本の動画配信サービスを見ようとすると、お住まいの地域からは見られませんって弾かれるやつですよね。あれ本当がっかりするんですよ。わかります。インターネットの世界にも実は国境みたいなものがあって、それをジオブロックって言うんですが、著作権やライセンスの都合でアクセス元の国を判別して制限をかけているんです。そこで VPN の出番なわけですね。もしこの透明なトンネルの出口を日本のサーバーに設定したらどうなると思いますか？さっきの私書箱の話で言うと、自分は海外にいるのに日本の私書箱から手紙を出してるように見えるってことですよね。そういうことです。これもしもっと大きな視点に結びつけると、 VPN っていうのはネット上の国境を安全に越えるための一種のデジタルパスポートとして機能しているって言えるんです。デジタルパスポート。なるほど。海外のホテルにいるのに、インターネット上では今日本からアクセスしてますよっていう顔ができる魔法みたいな仕組みなんですね。はい。決して怪しい裏技ではなくて、非常に論理的な仕組みなんです。ソースにあった YouTube 動画で、ミキちゃんという方の動画がありましたが、海外から日本のテレビを見る方法を解説してた動画ですね。あの動画でも実際の操作感を見せながら解説されていましたが、本当にアプリで日本のサーバーを選ぶだけで簡単に国境を越えられてしまうんです。すごいですよね。他にも動画視聴の仕組みをアニメーションで解説してたミキヤスさんの動画とかもすごく直感的で分かりやすかったです。そうですね。こうした技術的な事実が全く別の恩恵をもたらすっていうのがテクノロジーの面白いところです。いや、本当にそうですね。で、ここまで聞いてリスナーのあなたも VPN の必要性とか恩恵はすごくよく分かったと思うんですよ。はい。でもじゃあ実際にどうやって自分に合ったものを選べばいいのってきっと思ってるはずなんです。そこで今回のソースの出番だと思うんですが。今回提供されたソース本当に豊富でしたね。10のサイトと5つの動画がありました。これ目的別にすごくよくまとまってるなと思ったんです。例えば直感的に仕組みを学びたいなっていう時は、アニメーションや図解が豊富な NordVPN の公式ブログとか。あと、先ほども名前が出たバッファローの公式サイトもそうですね。はい。動画ならさっきのミキヤスさんとか IT 専門家の修行所の YouTube 動画を見ればすごくイメージが湧きますし。初心者が自分に合ったサービスを選びたいときは比較サイトが便利ですね。そうですね。IT トレンドとか、あとガジェットブロガーのマクリンさんの記事とか、初心者目線でおすすめが明快に書かれていて、導入のメリットとかデメリット、選び方がすごくわかりやすかったです。情報量で言えば VPN カフェも非常に詳しくて頼りになりますね。
はい。でも僕、今回これらのソースを見ていて、一番驚いたのは、個人ブロガーから世界的なセキュリティ企業、カスペルスキーとかノートンとか、そういうところまで、これだけ多様な情報源があるってこと自体なんです。ああ、そこに気づかれましたか。はい。昔って VPN って言ったら NTT コミュニケーションズみたいな法人のシステム部が使う難しいやつってイメージだったじゃないですか。そうですね。一部の IT 専門家のためのものでした。でも今はこんなに個人向けの解説が溢れてる。ええ。これらの資料が揃っていること自体が、実は大きな証明なんです。VPN がもはや専門家だけのものではなくて、個人の安全と自由を守るための必須インフラになったという何よりの証拠なんですよ。必須インフラ。なるほど。自分の身は自分で守る時代になったってことですね。そういうことです。さて、あっという間に時間が来てしまいましたが、今日のディープダイブ本当に面白かったです。こちらこそ楽しかったです。少し振り返りますと、VPN というのは公共の道路に作る透明なトンネルであり、あなたのデータを鍵付きの封筒に入れてくれる技術です。はい。そして現在地を隠す私書箱でもありますね。ええ。カフェのフリー Wi-Fi の危険から守ってくれて、さらには海外旅行先でもいつもの動画を楽しめるようにしてくれる、そんなデジタルパスポートでもあるというお話でした。今日の内容でなぜ VPN が必要なのかしっかりお伝えできたかと思います。はい。今日この解説を聞いたあなたは、もう無防備にデジタル空間の交差点を歩くことはないはずです。そう願いたいですね。では最後にリスナーのあなたに一つ刺激的な問いかけをして、この深掘り解説を終わりたいと思います。はい。もし私たちが住む現実の家には頑丈な鍵をかけるのに、これまでデジタルの世界では裏面丸見えのハガキを送り続けていたとしたらどうでしょう。次に街中でフリー Wi-Fi のマークを見たとき、あなたは自分のために透明なトンネルを掘る準備ができていますか？深い問いですね。ぜひご自身で考えてみていただきたいです。ええ。それではまた次回の徹底解説でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。